皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ムン・ジェイン大統領の支持率について取り上げていきます。ムン・ジェイン大統領といえば、経済的には失勢に近いような状態ですし、外交においても特に日本に対しては非常に圧力を生む大統領です。しかし、国内においては、岩盤支持層と言われる人たちの根強い支持を受けており、なかなかその政権が崩壊するといった兆しはありません。現在の支持率について言っても回復傾向にあり、そしてつい先日ある出来事が起こったことによって、その回復傾向がさらに長引くのではないかというふうに見られることがありました。一体何があったのか、そしてそこには一体どのような人たちが力を尽くしているのかといったことも見ていきましょう。それでは、ムン・ジェイン大統領の支持率回復のニュースをお聞きください。連合ニュース。ムン大統領の支持率 48.5%、2ヶ月半ぶりに不支持上回る。世論調査会社リアルメーターが31日に発表したムン・ジェイン大統領の支持率は前週に比べ 2.8 ポイント高い 48.5% で、不支持率は 2.1 ポイント下落の 48.3% だった。同社の調査で支持率が不支持率を上回ったのは、チョグク前法務部長官をめぐる一連の疑惑騒動が本格化する前の8月15日の発表以来となる。調査は交通放送 TBS の依頼を受け、28から30日に全国の有権者1503人を対象に実施された。リアルメーターはムン大統領の支持率が上昇したことについて、母の死去で各界から哀悼の意が表されたことや、人工知能 AI 関連カンファレンスへの出席など、この数週間続けた経済関連の動向が後押ししたと分析した。支持率上昇の要因として挙げられていたムン・ジェイン大統領の母の死去についての記事も見ていきましょう。ムン大統領の母、静かな葬儀、7大宗教団体、野党の指導者たちが弔問。ああ、お母様が亡くなられて、大統領はどんなに胸を痛めているか。30日午前、ムン・ジェイン大統領の母、カン・ハノク女子の葬儀場が設けられたプサン水泳区の南川聖堂の入り口で60代の女性信徒たちがムン大統領の母の逝去を惜しんだ。聖堂の入り口には臨調のバッジを襟につけた大統領警護所の職員たちが部外者の出入りを規制していた。60代の信徒らは警護所の職員の確認を経た後、皆で聖堂に向かった。ムン大統領は葬儀を家族葬で行うこととし、政治家の弔問は遠慮しているが、はるばる訪ねてきた野党の代表は断れなかった。午前にはカトリックのソン・サムソクプサン教区長ら7大宗教団体の指導者が弔問に訪れ、大統領の心の師として知られるソン・ギン神父とノムヒョン元大統領の夫人、コン・ヤンスク女子も弔問。民主平和党のチョン・ドンヨン代表、正しい未来党のソン・ハッキュ代表、正義党のシム・サンジョン代表なども弔問した。この記事で出てきた7大宗教団体の指導者という人たちは、ムン・ジェイン大統領の母親が亡くなったために現れたというわけではなく、普段から信仰がある人たちです。ムン大統領、国民を再び一つに、宗教指導者らに協力要請。ムン・ジェイン大統領は21日、検察改革や政治家、政府高官らの不正を捜査する高位公職者犯罪捜査所の設置などに関し、国民の共感を集めた事案にもかかわらず、政治的攻防が起こったことで、国民の間で圧力が生じているとし、総選挙が近づいているため、政治的な圧力がさらに高まり、国民の圧力に増幅される可能性があると懸念を示した。主な宗教指導者を青瓦台に招いて行った昼食懇談会で述べた。また、国民が一つになるためには、大統領である自身をはじめ、政界が努力しなければならないが、宗教指導者もさらに大きな役割を果たしてほしいと要請した。チョグク前法務部長官に絡む一連の疑惑が浮上したことで、検察改革をめぐり与野党が激しく攻防することになり、これが国論分裂につながっていることから、政界の自制を促すとともに、国論を再び統一する必要性を強調したものと受け止められる。ムン大統領が宗教指導者らと懇談したのは7月以来、2月には7大宗教団体の指導者を青瓦台に招いて昼食会を開催した。今回の支持率上昇の中で、
一番の要因として考えられているのがムン・ジェイン大統領の母親の死です。家族の死というものは誰にとっても悲しい出来事なので、同情票が集まるのは当然のことなのですが、今回の場合は少し事情が違って、より一層支持率の上昇に寄与しています。それというのも、ムン・ジェイン大統領の幼い頃に焦点が当てられるからです。もしもムン・ジェイン大統領の子供時代というのが非常に裕福であったならば、それは何も美談として語られることはないでしょう。しかし、ムン・ジェイン大統領とその母親は、かつて北朝鮮にいて脱北して南に移ってきた人たちです。しかも父親はいわば経済力のない男性で、そのために家族が貧乏で非常に苦労したという話が出ています。このような生い立ちがクローズアップされることによって、ムン・ジェイン大統領は子供の頃本当に大変だったんだなという具合にして、より深く同情が集まりやすい状況です。そして見逃せないのがやはり宗教指導者たちの姿です。この記事の中で触れられていますが、母親が亡くなったから突然宗教指導者の人たちが来たというわけではありません。ムン・ジェイン大統領は大統領府に彼らを何度となく呼んで昼食懇談会を行い、彼らとの親交を深めています。もちろんその親交を深めた先にあるのは、大統領を支持するその活動に手を貸してほしいという要請があったことは間違いありません。記事の中でもはっきりと、チョグク法務長官に対する様々な問題があって国論が二分されてしまい、そのために国論をまず一つにまとめようという話をしています。一体誰のもとに集めようといえば、それは当然のようにして、ムン・ジェイン大統領のもとで国論が一つにまとまることが大事だという話をしています。日本においてはこのような宗教指導者たちの力を借りるといったことは普通はないことです。例えば、安倍総理がちょっと宗教の力を借りたいなと思って、自分の首相官邸に創価学会の代表者を呼んだり、もしくは幸福と科学の誰々を呼んだりといったようなことは普通ありえないでしょう。しかしそれがあちらの国ではまかり通ってしまうのです。これは日本人の感覚としては少し理解がしがたいものです。さて、そのような宗教指導者たちの姿といったところも少し特殊重要として覚えておくとして、今この支持率がここまで上昇したことの意味についてももう一度考えてみましょう。まず、この支持率が上昇したことによって、ある問題がもう全く過去のものとなりました。それはチョグク前法務部長官を任命したこと、このマイナスの要素というものは基本的にはなくなりました。数字上においてもマイナスからなくなったというのもそうなんですが、チョグク法務部長官を任命することによって検察改革というものは実は進みました。例えば検察の人数的に言ってもその組織を改編し、そして縮小するといったことはすでに実施段階に入っています。そして検察改革の支持デモであったり、ムン・ジェイン大統領に対する反ムン・ジェイン派のデモというものが様々行われているわけですが、もはや大規模なデモが行われたということも一つの過去の話になろうとしています。このような政権支持率の推移を見ていくと、ムン・ジェイン大統領の基盤というものは徐々に固められているように私には見えます。少なくとも警察、検察、司法、そして軍、これらの組織について言えば、ムン・ジェイン大統領の息のかかった人物が浸透を始めており、そのために彼を支える組織としては非常に盤石なものになりつつあります。今回のように国民からの支持率が上昇したその要因が母親の死だったわけですが、これはあくまでも一時的な要因に過ぎません。しかし、宗教指導者たちの力を借りて、この話についてもっと長引かせるということは十分可能です。多くの国民から同情を集めるといったことに宗教の力を借りるということがあれば、もちろんこれは政治家としての評価というものとは全く無縁な話なわけですが、国民の感情を焚きつけるという意味においては、宗教の力は侮れないように私には思います。もちろん日本ではこのような力を借りるというのは禁じ手なわけですが、このようなことがまかり通る国であるということも一つの基礎知識として学んでおく必要があるように私には思いました。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。